夫は1980年12月18日、タンザニアで殉教いたしました笹本正樹と申します。お父様の自叙伝、お母様の自叙伝に紹介されています笹本正樹の妻です。夫はご父様からいただいた宣教地であるマラウイを追放されたので、申し訳ない思いで次の宣教国はより厳しい国を選んだのです。ハンダム島におられたお父様が夫が死んだ秘宝を聞いて、よく頑張ったと語られ、正樹と3回呼ばれて、霊界に行ったら会おうと褒めてくださいました。私も夫とは1ヶ月だけの生活でしたが、彼が天をものすごく愛していたので、天が夫を霊界に必要とされて旅立っていったことをとても誇りに思います。このように証しする機会をくださいましたことを、天の父母様と誠のご父様に感謝いたします。私は1800層家庭笹本千恵子と申します。夫は1980年12月18日、タンザニアで殉教いたしました笹本正樹と申します。お父様の自叙伝、お母様の自叙伝に紹介されています笹本正樹の妻です。1975年、1800層の祝福の後、世界宣教師が日本からも126名、お父様が皆認知を決めていただき出発いたしました。それによって今は世界中に宣教師の土台があります。夫は26歳、アフリカマラウイが最初の認知国で、アメリカ人のゲイル、ドイツ人のハンナと一緒でした。その時アメリカでは誠のご母様も迫害を受けておられ、宣教地が多くの影響を受けました。マラウイでも2ヶ月で追放されました。最初に一緒に活動していたゲールとハンナが追放、そして夫は山に逃げました。その時僕には祈祷しかできないと、神様に命を捧げてこの国が救われるならこの身を捧げてもよいという心情になったと言います。結局捕らえられ3日間牢獄に入ってから追放されました。その後1年後にマラウイに再度入国しましたが、再度追放されました。そうして新しくいただいた宣教地がタンザニアでした。社会主義の国でタンザニアの軍隊は北朝鮮が訓練していました。最初の宣教師は2ヶ月間牢獄に入れられたそうです。誠のご母様は私たち宣教師に対して、砂漠の中に赤子を置いたようなものだと、祈祷せざるを得ないといつも語っておられました。夫はご父様からいただいた宣教地であるマラウイを追放されたので、申し訳ない思いで次の宣教国はより厳しい国を選んだのです。キリマンジャロの山に登頂しまして、天の父母様の創造の神秘に触れ、夫は同国したと手紙が届いています。私たち夫婦はザンビアで1ヶ月間一緒にいましたが、危ないと夫一人でタンザニアに行きました。そして12月18日殉教いたしました。去年30歳でした。ハンダム島におられたお父様が夫が死んだ秘宝を聞いて、よく頑張ったと語られ、正樹と3回呼ばれて、霊界に行ったら会おうと褒めてくださいました。タンザニアに夫の亡骸を迎えに行った時、夫の顔は笑っていました。そしてお父様が、信仰者は笑って死ぬんだよと言ってくださいました。夫が霊界にいた後、
お父様からアフリカに行くことはいいことだよと言われました。夫の宣教師としての使命を受け継いで、ケニアに12年、ロシアに1年半、タンザニア2年半、ニュージーランド1年、約17年間宣教師として歩みました。その後、1994年、統一教会40周年で特別功労賞を授与されました。その時から夫が私をよく訪ねてくるようになりました。ご父様も喜んでくださり、お母様もご主人が訪ねていきますかと聞いてくださいます。夫は霊界から恨みはないし、悲しくもないと言ってきます。私も夫とは1ヶ月だけの生活でしたが、彼が天をものすごく愛していたので、天が夫を霊界に必要とされて旅立っていったことをとても誇りに思います。また天の父母様のそうされなければならなかった理由を思いますと、笹本正樹という殉教者になりうる彼がその時天の願いに相対できたことを嬉しく思います。夫と私は霊界と地上ですが、愛し合い信頼し合っています。そして夫は私のもとによく訪ねてきます。44年間天からいただいた2人の養子の子女も霊界の夫と共に育て、それぞれ祝福家庭となり、今は孫も7名になりました。私はお父様が聖和された後、お父様の本教園が公開される前に訪問し参拝する恩恵に預かりましたが、その時子育てが終わりましたらもう一度アフリカに行くとお父様と約束をしました。それで74歳になった今年、2024年2月17日から5月15日3ヶ月間、霊界の夫と一緒に韓国に来て天津園で報告してからアフリカの7カ国を訪問してまいりました。天の父母様が国も日程も示してくださいました。題目を天の父母様、誠のご父様に出会う旅にして、1、疑似に出会う。2、伝道伝道伝道。3、愛の実践のお母様に与えられた御言葉を掲げ、4、アフリカにお嫁に行った日本人に会うと決めました。写真を通して私が心から愛する東アフリカのシックとの旅の道中で出会い、伝道したキリスト教牧師を紹介いたします。今回の40週参加につきましては、天の父母様からいらっしゃい、待っていますというメッセージをいただきました。私は何か願いがあるのではないかと思い、愛の実践をもとに参加を決意しました。40週に入ってから統合失調症やうつ病、親に愛されてない潤みを持つ2世たちが壮絶な戦いをしている姿を見て大変驚きました。私のような小さな心でも傷んでたまらないのに、天の父母様、お母様だったらどれだけ心が痛いか。私は天使園に行って、どうしてこんな現象が起こっているのかを天に求めたとき、天の父母様の心情を感じられ、涙が止まりませんでした。お母様がトランクの中のものをすべてあげたいと思うその気持ちが伝わってきました。私は空っぽになってもいいから、2世たちのために何かを与えてあげたいという思いにあふれてきました。またある日、8歳の修練生が歩けない子を見たとき、お母様はその子を抱きしめ、頬にキスをして抱きかかえて、元気になるよ、愛しているよと声をかけてあげたいけれども、お体がないが できない心情を感じ、私が大臣としてその子を抱きしめて声をかけてあげました。また決意ができていなかったため、昨日までは誰にも答えなかった、言えなかった内容があります。40週の最初に
天神への祈りの中で、天の父母様が40日間、40杯の計量を捧げなさいと言われ、その少し後に、タンザニアにもう一度行きなさい。笹本にしかできないことがあると言われました。しかし、過去の経験から、タンザニアがどのようなところの中を知っているため、すぐに決意をすることはできませんでした。数日後、再び天から、毎日60分の訓読をしなさい。敬拝聖聖の講義後には、毎日120杯をさせなさいというメッセージを受け、今日まで毎日続けてきました。そしてついに今日の根頂、祝福の木で祈祷したとき、自然ともう行けるという心情が湧いてきて、タンザニアに行くことを完全に決意することができました。これからも天神へ聖聖でお母様と一つになって、身のために命を捧げる夫と共に、アフリカで伝道の奇跡を起こして、お母様をお喜ばせいたします。ワンオーマー、감사합니다。사랑합니다。